きりワイドパンツナンバー14の股上の修正をしていこうと思います。前回股上をここで 1.5 センチ短くする方法はしたんですけども、ベルト分短くする方法が知りたいという要望があったので、今回はそれをしてみようと思います。ベルト分、3、4センチなんですけど、ここに斜めのポケットがあるので、普通はこの股上のこのだいたい真ん中あたりで地の目と直角に線を入れて足したり引いたりするんですけども、このポケットにぶち当たってしまうので、その時にはいいよという方法を型紙を置いて説明をしていこうと思います。股上を3センチ短くする方法をしてみようと思います。股上を短くする時っていうのは、だいたい股上の真ん中ぐらいで直角線を引いて畳んでいくとか、ウエストを平行に短くするとかっていうことをしていくんですけど、そうした場合にこの真ん中で畳んだ場合はこのポケットに当たってしまうので、そうするとポケット口が小さくなってしまったり、この袋布や向こう布が使えなくなってしまって、また新たに取らないといけなくなってしまうので、その方法を取らずにする方法をしていこうと思います。ウエストも平行にカットした時もポケット口が小さくなってしまうので、今やる方法がベストだと思います。股上を3センチ短くしてみようと思います。向こう布をこのまま使いたい向こう布と袋布このまま使いたいので、ちょっと合わせてみて切り開く位置を決めようと思います。このままここで地の目に対して直角に開いてしまうと、このカーブに差し掛かってしまうので、カーブのないこの辺りから角直角直角直角という形でラインを引いてこようと思います。まず股上の真ん中に中心の、これは地の目で描いてるんですけど、中心の地の目まで直角線を引きます。だいたい真ん中でいいです。そしたら次にここはこの向こう布の下が約8センチなので、それよりも下の約10センチのところからこの中心に直角になるラインを描いていきます。こことここが直角です。これでカッターで切っていきます。こう切り離しました。これで今度は3センチほど、3センチの線を、平行線を描きます。3センチ3センチで平行線を描いています。この位置にこの端が合うように合わせていきます。これでセロテープで留めていきます。これはセロテープではなくメンディングテープというものです。これで3センチ短くなったんですけど、この部分とこの部分が多少線にズレが出てきてます。こういうズレが出てきた時には、ずれたものの真ん中を通るように
ラインを引き直してください。今ずれたのはここで2ミリぐらいです。なのでその真ん中の1ミリのところを通るように線を引き直しました。脇線はずれたのは1ミリぐらいなので、これもつながりのいいようにつなぎ直してください。そんなに変わらないですね。これで股上をこういうふうに股上を短くしたことによってこのものは全く変わらず、袋布、向こう布はそのまま使うことができます。ここで3センチ短くしたことによって丈が短くなるので、人によってそれぞれでしょうが丈を延長して長く、これはちょっとストレートタイプなので延長で長くしたらいいと思います。前股上を短くしたら必ず後ろ股上も短くしておきます。ここもだいたい真ん中で直角線を引きます。もう最初から3センチの平行線を引いておきます。これで切り離します。切り離しました。で3センチの線、これは地の目線を合わせて畳んでいきます。テープで留めます。先ほどの前と同じで、このつなげたところが差が出てきます。尻ぐり側で4ミリぐらいと脇側で1、2ミリずれてきたので、これはずれた分の真ん中を通るようにしながらラインを引き直します。引き直しました。これで前後の股上を短く修正ができました。次に裾の寸法はそのままでウエストのみ広げる修正をしていこうと思います。裾そのままでウエストのみっていうことであれば、脇で自然に大きくすると簡単なんですけど、こういう斜めのポケットがある時にはこのラインを変えてしまうとポケットも全部変わってしまうということがありまして、ポケットの型紙を作り慣れてない方にとってはちょっと難しいかなと思うので、簡単にこのポケットのこのカーブは変えずにポケットもそのまま使えてウエストを大きくする方法をしてみたいと思います。次に裾はそのままでウエストだけ大きく1センチ、ぐるりで4センチ大きくする方法を説明しようと思います。自然に簡単な修正でしたら自然に脇でカットするといいと思うんですけど、また出てくるのがこのポケット。このポケットがあるためにそれがちょっとやりにくいっていうことがあるので、今回はこの中心線の副交互の型紙は中心に
書いてあるので、この中心の線をチョキ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 と切って、ここでパカッと開くやり方でウエストを大きくしていこうと思います。そうするとこの脇のカーブが変わらずに、袋布と向こう布はそのまま使えて、ポケット口も修正しなくても済むという方法でいこうと思います。先ほど言ったようにポケットがあるので、脇でこうカットすることがちょっと難しいので、中心を切っていきます。これで裾は開かずに、ウエストだけこういうふうに1センチ大きくなるように開いていきます。と紙を間に挟みます。ここに1センチ印をつけました。これで裾は開かずに、ウエストのとこだけ切り開いて、文鎮を置きます。これでテープで貼ったんですけど、今使っているのはメンディングテープといって文房具屋さんにも売れてるんですけど、普通のセロテープだと時間が経つとちょっと縮んできてしまって、平らにならないような状態になるんですけど、このメンディングテープだと時間が経ってもそんなには縮まないので、こういう作業をする時にはメンディングテープを使われることをおすすめします。これで今ぐるりでウエスト4センチで、ここが4分の1身ごろなので1センチずつ切り開きをしました。この開いた部分は開いたところ同士をつなげます。パッと見た感じにラインがつながりが良いならば、そのままでつなぎ直して良いです。今回この1センチっていうのだとつなぐだけで良さそうです。そして裾はちょっとだけカクッとなってるんですけど、このままで置いといてもいいし、もう端と端を直線でつないでもいいです。次に地の目の入れ方なんですが、地の目は裾やこの渡り線と直角がいいので、開いた分の真ん中を通るように新しく書き直してください。こういうふうに修正ができるのは、もともとのシルエットもちょっと変わってきたりするので、1センチ多くても 1.5 センチぐらいまでならこの修正でいけると思います。次に後ろ身ごろも開いていこうと思います。後ろ身ごろもだいたいこの渡りの幅の真ん中ぐらいで開くといいと思います。後方の型紙は地の目線がほぼ真ん中のところに書いてあるので、ここで切っていったら良いです。前
前と同じように紙を挟んでいきます。1センチで印をつけました。裾は開かずウエストだけで開きます。これでラインを描き直します。裾はまっすぐつなぎ直します。ウエストは少し段がついたので、この開いたところ同士を直線で結んだ真ん中を通るような感じでラインを引き直します。これで次に地の目線を描きます。開いたところの真ん中に来るように描き直します。股上を3センチ短くして裾そのままでウエストを開くという修正をしました。修正の時にベルトは小さくしてなかったんですが、ベルトもぐるりで4センチ小さくしておかないといけないです。あとこの修正だとポケットはそのまま使えるという修正になっています。皆さんもやってみてください。